はい、こんにちは。今私はフランス東部ブルゴーニュ地方に来てます。ここは世界有数のワインの産地で、後ろ見てもらうように丘陵地に広大なブドウ畑が広がってます。ここでは今日ツール・ド・フランスの女子レースツール・ド・フランスファムの第4ステージが行われます。今日から私ウィンスペースが機材サポートするマイエンヌ・モンバナ・マイ・パイのチームに帯同してこのツール・ド・フランスファムの様子をお伝えしていこうと思います。本日第4ステージは全長21キロの個人タイムトライアルコース。前半はこういうブドウ畑の中を突っ切る平地コースで、後半に上りと下りがあるっていうプロフィールになってます。はい、この辺がね各チームの機材トラックとかチームバスで選手が待機したりアップしたりしてるような場所になります。大手チームは結構ね巨大なトレーラーバスを何台も持ってきて並べていますね。そうこうしているうちにキャラバン隊が来ました。だいたいレーススタートの2時間ぐらい前にこのキャラバン隊ってのが来て、スポンサーの車がこんな感じに飾り立てられてこう爆音で音楽とかを流しながら通り過ぎていきます。中にはノベルティのなんかちょっとした小物を配ってくれるようなところもあって、こういうキャラバン隊の帽子とかキーホルダーとかそういうのを持ってる人はいっぱいいました。業種は自動車メーカーや銀行、食品メーカーから、洗剤作ってるようなところまで、幅広いところがありましたね。さて、では我らがマイエンヌ・モンバナ・マイ・パイのチームの車を見ていきましょう。今日は TT なんですけど、アップ用にロードバイクが並んでました。これは TT ヘルメットと無線とボトルですね。で、そろそろ招集地点に向かう選手がバイクの最終調整してます。TT バイクはこの間発売されたばっかりのウィンスペースの TT5 っていうモデルですね。リアホイールはルンの超軽量のディスクホイールを履いてました。チームの車が待機場所に向かってスタートしていきました。で、我々も会場の方向かいます。途中チームカーはこんな感じに一列に並んで自分たちの選手が出るのを待ってます。これはねシマノのニュートラルサポートの車ですね。で、上には自転車ニュートラルバイクが満載されてます。で、コンポーネントは全部デュラエースで揃ってるんですけど、特徴的なポイントはハンドルの左のドロップバーのところにレバーがついてるんですよね。で、このレバーが何かっていうとシートポストがマウンテンバイク用のドロッパーシートポストになってます。ニュートラルバイク渡された選手が自分でサドルの高さを最適に調整できるようになってるみたいです。積載されているバイクは全てこのドロッパーシートポストのレバーとシートポストがついてるみたいですね。はい、ここがスタート地点ですね。個人 TT のスタート台が設置されてます。で、このスタート地点周辺はお祭り広場みたいになってます。フードとかドリンクの出店が出たりとか、ここはオフィシャルストアですね。なんかグッズ、ボトルとか、T シャツとか、ツール・ド・フランスファムのグッズを売ってます。あとなんかイベントみたいなのも、このテントでやってるみたいですね。étape sur le Tour de Burgos, vainqueur d'étape également sur la Vuelta dans les toutes et saluer 個人 TT なんで選手は1人ずつスタートしていきます。Merci d'accompagner Chiara Lelic.
で有力選手が出ていったらその後ろにチームの車がついていって無線で指示を飛ばすっていう形です。Ah, d'oreille à oreille, je vous reconnais bien là et on la connaît également. Les applaudissements, les encouragements pour Marine Alliot. Une condition qui, en tout cas un facteur qu'il faudra. Du Tour de France Homme avec The Wift et l'occasion de saluer Nathalie Gould. 23 concurrentes sont passées au premier point intermédiaire pour l'instant et toujours en tête Célia Lemoelle. Célia Lemoelle qui vient de rallier l'arrivée avec le meilleur temps intermédiaire actuellement 10 concurrentes. でなんと今回チームの車の後部座席に乗せてもらいました。特等席から観戦できます。運転しながらずっと無線で選手に喋りかけてます。今回のコースは全長21キロの個人 TT になってるんですけど、序盤はこんな感じにブドウ畑の中を突っ切るような平坦基調のコースになってます。コース脇には地元住民ですかね、観客がいっぱいいました。途中ちょっと古めの街並みの中を通るような場面もあって、この景色自体もかなり楽しめます。全力疾走している選手にとったらそんな余裕はないと思いますけど。そしてコースの中盤から上り区間が始まります。ここからはしばらく標高を上げていくようなコースプロファイルになってます。上り区間、選手のスピードが遅くなることもあって観客の密度が特に高いです。このガードレールに腰掛けて一人一人走ってくる選手に大声で歓声上げて応援してます。で後続の選手に抜かれたりもしたんですけど、上り区間頑張ってペースを維持しようとしてますね。で少しペースは落ちてしまいましたけど、最初の上り区間をクリアしました。ここからちょっとだけ勾配が緩くなる、または若干下るような場面もあります。しかしその後もう一度きつい上り区間が現れます。でやっぱりどこの国でも観客が多いのはきついところですね。で気温が高かったこともあってこの選手はかなり辛そうですね。こういう場面だけ見ると本当にツール・ド・フランス来たんだなって思いますね。でようやく下り勾配に変わりました。あとは下り区間なんですが、当然ここでも踏んでいきます。スピードを見ると車のメーターで70キロ以上出てます。だいぶ疲労が溜まってると思うんですけど、集中力保つのが大変ですね。問題ないからもっと踏めって言ってますね。80キロ超えました。そして衝撃でボトルが落ちました。で残りが500メートルを切った段階ですね。ここで車はコースから外れます。
でレースを終えた選手、もうボロボロですね。ちょっと放心状態になってました。はい、ということで第4ステージの個人タイムトライアルを観戦しました。タイミングよくチームカーに乗せてもらうことができて、一部始終車の中から見ることができたんですけど、凄まじかったですね。もう後ろから選手走ってんの見てて、途中から自分がしんどくなってきましたね。絶対登ってる最後の方とか多分意識が朦朧としてるはずですね。で最後下り区間は車のメーターで見て時速80キロぐらいまで出てました。でね、80キロ出てて監督がいけるいけるって言ってるんですよね。いやー壮絶でした。明日からは、またマスドの、レースが始まるんで、そっちも観戦していきたいと思います。じゃあ今日のレース観戦はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。質問をそのままなんかやってください。そこで出てくる。